またこれやりますよ僕。やります。本当にやってくれる？やります。やります。伊藤さんにやれって脅されたんじゃない？いやそんなことない。そんなことはないです。よいしょ。はい。RC 統合。こんにちは。こんにちは。ドスログです。オーバードーズのヨードです。オーバードーズのヨードさん。はい。またいらっしゃいました。ありがとうございます。はい。また来ましたね。はい。月間オーバードーズまたやってきました。でね、やっていくにあたってね、ちょっとね僕またラジコンクイズをちょっと考えてきたんです。何ですか。またいつもながら突然ですね。突然ですか。はい。今ヨードさんがハマっている活動があるんですよね。はい。何活っていうのがあるんですけども、これ皆さんにクイズなんですけども、1番妊活、2番パパ活、3番味噌活。さあどうでしょうかね。答えは最後に言いますのでね、皆さんもちょっといろいろ想像してみてください。これ想像した答えが入ってないんですけど今の中に。はい、じゃあヒカキンの偽物さん、ハリーポッターの偽物だったっけ？いろいろ偽物いろいろありますね。はい。ヨードさんね。はい。今回は2点新しい製品持ってきました。2点。はい。で1つはアルミのフロントバルク。はい。タイプ3になりましたね。はい。これとあともう一つはステアリングのねワイパーですね。ワイパーです。はい。今までね湾曲でずっとやってきましたけど。なるほど。新しくワイパーを作りましたんで、それを紹介させてもらいたいと思います。はい。今回の動画は一番最初の方のバルクのタイプ3の方をね、そうですね。ちょっと紹介してもらいたいと思いますよね。はい。アルミフロントバルクヘッドタイプ3ですね。タイプ3ですね。3作目になります。で、まあ大きくまあいろいろ特徴があるんですけど、でまず一つは、これだいぶこうすっきりしてると思うんですけど、前作のタイプ2に比べて大幅に軽くなってますね。何グラムぐらいで変わるんですか？従来のタイプ2に比べて、約半分 45% ぐらいね軽くなってます。まあ大体ね45、6あったんですけど、それが23とか4とかそのぐらいになってます。なるほど、めちゃくちゃ軽いですね。めちゃめちゃ軽くなってますね。でそれってノーマルの樹脂のバルクに対しても、5g、6g ぐらいの重量増で収まってるので、だいぶね軽くなってると思います。軽くて合成が上がるっていう感じです。まずそれが一つ大きな特徴ですね。でもう一つは、調整機能がねかなり増えてます。で一つは、まずここにメモリがあると思うんですけど、ここですね、ここにメモリがあると思うんですけど、ここで、キャスターが調整できます。でまあノーマルのガルムに組み込んだ場合で、約12度から、4度ぐらいまで無段階で調整できます。で従来はステップアジャストって言って、要はギザギザですね、あれを使って、1度刻みで調整する形だったんですけど、今回は、メモリを見てもらいながら無段階で調整するタイプになってます。それと、もう一つは、このアッパーアームマウント、これが、この本体と別パーツになってるんですね。なのでこれネジで止まってるんですけど、バルクの本体とこのアッパーマウントの間にスペーサーを入れることで、外側へこうアッパーアームの取り付け位置を移動させることができます。でこれによって従来TC ブラケットっていうのがありましたね、あったと思うんですけど、あれを、まあ、このねアッパーアームの位置に取り付けて、アッパーアームを外側へオフセットするっていうのを、そういうパーツがあったんですけど、それだと一気にね8ミリぐらい外へ行っちゃうんですね。でそれだとちょっと極端すぎるなっていう時に、これさっき言ったスペーサーを入れて、で調整をしていって、で大きく動かしたい時には TC ブラケットを使ってもらう形で、できる使えるようになってます。それともう一つ、ここにロッカーアームってガルムインボードなので、インボードのプッシュロッドからショックへ力を伝えるロッカーアームっていう部品があるんですけど、ロッカーアーム、こちらで言うとこれですね、この部品ですね。これがロッカーアームね。これがつくんですけど、でこれの取り付けマウントなんですね。ここは、こっちから見たら分かるかな。これが、でこれがねまた別パーツになってるんですよ。でこれちょっと長穴見えると思うんですよ。だるま穴が見えると思うんですけど、これがね2ミリピッチで、もう2段階前へ移動できるようになってます。
でなんでそういうことをしたかっていうと、うん、こっちを見てもらうと分かるんですけど、どの辺？ここですね。はい。あ、はい、ありますあります。アッパーアームとプッシュロッドが、まあ、ノーマルの状態で割と近い位置にいるんですね。でさっきも言ったキャスター調整をした場合、アッパーアームがこう前へ移動してくるんです、そうするとねここがちょっと当たってしまう時がある、その時に、従来であればここにスペーサーを入れたりして、プッシュロッド自体を前へこう逃げてたんですね。だけどそうするとこのロックアームのレバー比が変わっちゃうんですよね。なのであまり具合が良くなかったので、ロックアーム自体をもう前へ移動できるようにしてあります。なのでレバー比そのままで、このねアッパーアームとの干渉が、回避できるようになってます。もうダンパーごと前にグッと動かす、そうですね。なのでその時に、まあ、ショックのね長さとかはまた再調整しないといけないですけど、まあ、レバー比が変わるよりはねセッティングが大きく変わることはないので、そういう形でなってます。なのでこれこう、まあ、割とコンパクトにまとめられたかなと思うんですけど、そうですよね、こう見えてねこれで全部で部品7個ってできてるんです。7点やばいですね。そうですね、まあまあ細かく分かれてるんですよね。なのでいろいろこう分割されてるので、いろんなところが動かせるようになってます。なので今まで以上にセッティングの幅も広いし、今までできなかったアッパーアームのね取り付けの幅だったりとか、ロッカーアームの位置も変えられるので、まあより幅広くセッティングができるんじゃないかなと思います。もう一つ、次にね紹介させてもらう、このステアリングワイパーなんですけど、それをフルにこうなんだろう活用してもらうためには、このアルミバルクヘッドタイプ3が、必須になってきますんで、ぜひこれもねちょっと用意しといてもらいたいですね。ちなみにこれは発売日はいつぐらいですか？5月の末を予定してます。5月の末ですか。ぜひねちょっとこれを予約していただいて、準備しといていただきたいですね。わかりました。ちなみに今ヨードさんが何活に燃えてるでしょうという答えはパパ活でよかったですか？パパ活ですか？答えはガル活ですね。ガル活ですね。こんな感じですので、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。